皆さんこんにちは、ゆいです。日常の日本語チャンネルへようこそ。こんにちは、あきらです。ゆいさん、なんだかさっきからスマホをじーっと見てますね。ニヤニヤしてますよ。あ、わかっちゃいました？実は来月の連休に旅行に行こうと思っていろいろ調べているところなんです。いいですね。旅行は行く前が一番楽しいって言いますからね。誰と行くんですか？大学時代からの親友と2人で行く予定です。でも旅行って一緒に行く人によってはすごく疲れることもありますよね。それすごくわかります。よく旅行に行くとその人の本当の性格がわかるって言いますよね。そうなんです。普段は優しいのに旅行先でトラブルが起きると急に不機嫌になる人とか。いますね。というわけで今日のテーマは旅行で性格がバレる瞬間についてですね。はい。今日はこのテーマで皆さんと一緒にゆっくり日本語の勉強をしていきたいと思います。なかなか面白いテーマですね。僕たちの性格の違いもはっきり出そうです。早速ですが、あきらさんは旅行に行くとき、しっかり計画を立てるタイプですか？僕は完全に行き当たりばったりなタイプですね。細かい計画は全く立てません。信じられないです。私はもう出発する前から分刻みでスケジュールを作りたいタイプですよ。分刻み？それはちょっと息苦しくないですか？旅行はリラックスするために行くのに。全然、せっかく時間とお金をかけていくんだから、行きたい場所を全部効率よく回りたいじゃないですか。でも旅行って絶対に予定通りに行かないものですよね。予定が狂うとストレスになりませんか？だからこそちゃんと調べるんですよ。電車の時間とか美術館の定休日とかを事前に確認しておくんです。なるほど。僕は、ここ面白そうって思ったらフラッと立ち寄るのが好きなんです。自由な感じがして。それはそれで楽しいかもしれないけど、もしそこが面白くなかったら時間がもったいないって思っちゃいます。時間の無駄も後から考えればいい思い出になりますよ。あの時変なところに行っちゃったねって笑い話にできるし。あきらさんだし前向きな考え方ですね。私はちょっと不安になっちゃうかも。旅行の楽しみといえば、やっぱり現地の美味しい食事ですよね。もちろんです。ご当地グルメは絶対外せません。だからレストランの予約は必須ですよね。予約までしていくんですか？旅行先の知らないお店を。当たり前じゃないですか。人気のお店は行列ができるし、最悪の場合満席で入れないこともありますよ。僕は現地を歩きながら、このお店美味しそうな匂いがするって直感で選ぶのが好きですね。直感ですか。でももしそのお店があんまり美味しくなかったらどうするんですか？それはそれで失敗したねーって笑い飛ばせばいいんですよ。それも旅行の醍醐味です。私は旅行中の一食一食を絶対に無駄にしたくないんです。失敗したくないから、口コミサイトで星の数をしっかり確認します。ゆいさん、スマホの画面ばかり見すぎて目の前の綺麗な景色を見逃してませんか？そんなことないですよ。ちゃんと景色も楽しんだ上で、美味しいものを確実に食べたいんです。なるほど。僕たちが一緒に旅行したら毎回の食事の場所で揉めそうですね。旅行前の荷造りでも性格が出ますよね。パッキングの仕方というか。荷造りですか。僕は出発の日の朝に慌てて準備するタイプです。やっぱり、絶対そうだろうなって思いました。すごく想像できます。え、なんでですか？僕、そんなに適当なイメージですか？何でも足りなかったら買えばいいやって思ってそうですもん。私は1週間前からチェックリストを作って準備します。1週間前。そんなに早く準備して、直前まで普段使うものがあったら困りませんか？
だから直前まで使う充電器や化粧品はリストに赤ペンで印をつけておいて、当日の朝に最終確認するんです。徹底してますね。僕なんていつも何かしら忘れて現地で買う羽目になりますよ。ほら、やっぱり。前にグループで日帰り旅行した時も、あきらさんスマホのモバイルバッテリー忘れてましたよね。ああ、あの時はゆいさんに借りられて本当に助かりました。写真の撮りすぎで電池がなくなっちゃって。私が予備のバッテリーを持っていたから良かったものの、気をつけてくださいね。はい、本当にゆいさんの計画性と準備の良さにはいつも感謝しています。あと、旅行中のお金の使い方でも性格ってすごく出ますよね。ああ、それは間違いないですね。節約したいタイプか、贅沢したいタイプか。私は交通費やホテル代はできるだけ安く抑えて、その分現地での美味しい食事や特別な体験にお金を使いたいんです。なるほど。お金をかけるところにメリハリをつけるタイプですね。はい。だから LCC のような安い飛行機とか、ホテルの割々チケットとかを時間をかけて徹底的に探します。僕は逆かもしれないです。移動で疲れるのが嫌なので、少し高くても新幹線の指定席を取ったり、直行便を選んだりしちゃいます。そこも全然違いますね。でも友達同士で旅行するとき、金銭感覚が合わないと一番気まずくないですか？確かに、ここのランチで3000円は高いよとか言われると、せっかくの旅行の気分が少し冷めちゃいますよね。だから旅行に行く前に、だいたいこれくらいの予算で行こうってざっくり決めておいた方がいいと思うんです。あとは、共同のお財布を作って、そこに同じ金額を入れておくのも便利ですよね。それすごくいいですね。食事の会計の時に毎回割り勘しなくて済むから計算のストレスが減ります。そういう実用的なアイデアは計画派のゆいさんも賛成してくれるんですね。でも、どれだけ完璧に計画して準備してもトラブルって起きるじゃないですか。そうですね。電車が遅れたり、急に大雨が降ったり、道に迷うこともありますし。ゆいさんは予定が狂うとやっぱりパニックになりそうですか？パニックまではいきませんけど、すごく焦ります。次の予定どうしようってすぐにスマホで代わりのルートを検索します。僕はそういう時、じゃあ今日は無理しないでこのカフェでのんびり雨宿りしようかって提案するタイプですね。それはちょっと助かるかもしれません。私一人だと無理してでも予定通り動こうとして余計に疲れちゃうので。旅行って予定通りに行かないからこそ思いがけない出会いや発見があると思うんです。思いがけない発見ですか？はい。道に迷ったおかげでガイドブックには載っていない素敵な景色を見つけたり、地元の人と仲良くなったりとか。確かに、焦っている時は気づけないけど、少しリラックスすると見えてくる景色もありますよね。だからトラブルもラッキーだと思えば楽しめるんですよ。あきらさんは今まで友達と旅行して性格の違いで気まずくなったことってありますか？若い頃はありましたね。僕があまりにも無計画すぎて、相手が怒ってしまったんです。やっぱり、お友達は私みたいな計画派のタイプだったのかもしれませんね。そうですね。なんで何も調べておいてくれなかったのって言われて、僕もそんなの現地で決めればいいじゃんって言い返しちゃって。それは最悪のパターンですね。せっかくの楽しい旅行が台無しになっちゃいます。ええ。だから大人になってからは、相手が計画派なら、ある程度は相手のペースに合わせるようにしています。それは素晴らしい成長ですね。私も昔は自分のスケジュール通りに動かないとすぐにイライラしていたんですが、今は違うんですか？はい、一度どうしても行きたかった場所が臨時休業だったことがあって、その時一緒に行った友達が、じゃあ海まで歩いてみようよって言ってくれたんです。いいお友達ですね。柔軟性があって。
はい。その時の予定のない散歩がすごく楽しくて、予定通りに行かなくても一緒にいる人と楽しめればそれでいいんだなって気づきました。まさに、旅行はどこに行くかよりも誰と行くかが一番大切なんですね。こうやって話していると私たち本当に真逆のタイプですよね。ええ、水と油くらい違いますね。でも案外こういう違うタイプの方が一緒に旅行するとうまくいくかもしれませんですよ。そうでしょうか。意見が合わなくてずっと喧嘩になりそうな気もしますが。いやいや、だってゆいさんがしっかり計画してくれているおかげで、絶対に行きたい場所には迷わずに行けるわけじゃないですか。まあ、そうですね。交通機関やホテルの手配、メインの観光は私に任せてほしいです。そして時間が少し余ったり予定が空いたりした時は、僕の直感で面白い場所を探すんです。なるほど。計画的な部分と行き当たりばったりな部分を半分ずつミックスするんですね。そうです。お互いの足りないところを補い合えば、バランスの良い最高の旅行になると思いませんか？言われてみれば確かにそうですね。私がガチガチに組んだスケジュールに、アキラさんが少し余白を作ってくれる感じですね。余白。いい言葉ですね。旅行にはその余白を楽しむ心の余裕が必要なんです。アキラさんに言われるとなんだか納得してしまいます。じゃあもし今度私たち2人で旅行に行くとしたらどんな役割分担にしましょうか？そうですね。まずは行き先とホテル選びだけはゆいさんにお願いしたいです。間違いがないので。やっぱりそこは私なんですね。わかりました。じゃあ絶対に外せないメインの観光スポットも私が一つだけ決めます。賛成です。で、お昼ご飯や途中のカフェはその日の気分で僕が歩きながら探しますよ。ちょっと不安ですけど、アキラさんの鼻を信じてみます。任せてください。美味しいお店を見つける感には結構自信がありますから。でももしどうしても見つからなくてお腹がペコペコになったら、私がこっそり調べておいたお店に行きますからね。あははは、結局調べておくんですね。さすがゆいさん、抜かりないです。備えあれば憂いなしですから。でもたまにはそういう少しゆるい旅行も楽しいかもしれませんね。ええ、きっと新しい発見がたくさんあって楽しいですよ。さて、今日は旅行で性格がバレる瞬間についてお話ししました。計画派のゆいさんと行き当たりばったり派の僕、それぞれのリアルな本音が出て面白かったですね。皆さんは旅行に行くとき、計画をしっかり立てるタイプですか？それともその日の気分で動くタイプですか？ぜひコメント欄で教えてください。旅行での失敗談や友達と喧嘩したエピソードなんかも聞きたいですね。そうですね。お待ちしています。そして今日の会話のスクリプトは一番上の固定コメントからダウンロードできます。日本語のシャドーイングや自然な表現の学習にぜひ役立ててくださいね。もしこのエピソードが楽しいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの応援が私たちの励みになります。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。次の旅行の計画を立てながら、また次回のポッドキャストでお会いしましょうね。またねー。